さて本日は約7ヶ月のハスキー犬を迎えてですね、3週間経ちましたので、その3週間の中で何を覚えてどういうふうに教えたのかっていうお話をさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、まず覚えたこと、お座り。お座りよ。はい。すごいね、めんみ。ハウス。おやつパワーでハウスやって。すごいね、ハウス。ハーネスに対する理解。最初めっちゃ嫌がったよ、ほら。なんといい子なんだよ、これ。シーシー。シーシーして、シーシー。シーシー、シーシー。シーシー。はい、シーシー。はい、シーシーできたね。あと引っ張り癖。あれ引っ張ってる人ないんどういうふうに教えてどういうふうになっていったかというところを今回の動画でご紹介させていただきたいなというふうに思うんですけれども、お座りに関しては、お座りは僕たちはご飯をねテーブルの上で食ってる時にワンちゃんって欲しそうに見てるわけじゃないですか。いやーってご飯食べたいなーみたいな、その時に座ってたので、何ご飯食べたいなと思って待たしてたら座るんだっていう風に思って、これお座りだからねって言って教えたら、もう来て3日か4日ぐらいで覚えたと思うんですけれども、お座り、おやつパワーですね。おやつパワーで覚えてくれました。そしてハウスに関してはハウスはね、これね、僕たちが連れて帰ってきた時もうハウスに押し込んでもう誘拐してきたようなもんですよ。だからもうハウスって言ったらなんか誘拐されるのが嫌だなみたいなイメージがあるかなっていうふうに思ったんで、最初はハウスの中でご飯食べてくれるようにハウスの中にご飯入れてとかってやったり、あとはそのハウスの中におやつ入れて、で出てきた時にもおやつあげてとかっていうふうにとにかく繰り返して、ハウスはもうおやつパラダイスみたいな感じで、とにかくもうめっちゃいいとこみたいな感じでイメージでこう仕込んでいってできるようになったという感じになるんですけれども、そしてハーネスに対する理解はもうこれはもうねハスキー犬はもうお散歩大好きですから、これが出てきたら散歩に行けるという風になってくれるようにやったんですけれども、工夫としてはとにかくハーネス持って追いかけない、もう無理やりもうハーネスにもう頭くぐしてこうつけるみたいなことをやらずに、とにかくこうより自然にもう正面からこうハーネスをつけるとかじゃなくて、なんかよそ見してるとかなんか違うこと考えてるとか、そういう時にさりげなくスッとつけるみたいな雰囲気でやっていって、よりハーネスに対するその嫌なイメージがつかないように工夫してやっていったよというところです。で CC に関して、 CC は大きめのトイレをうちでは3つ設置して、とにかくこう CC の成功率を上げるというふうにしながら、ブリーダーさんに言われたのは、なんかションベンとかうんちするタイミングがあるって決まってるよって言われたんですけども、3日4日経ったぐらいでこう家に慣れてきたのか、ションベンとうんちするタイミングがなんとなくこう定まってきてる、このタイミングでしてるかもっていうのを思って、うちではご飯食べた後とか10分とか15分とか30分とか分かんないけど、そう寝た後にむくっと起き上がって地面の匂いをこうふんふんふんと嗅いで、こうしょんべんとかうんちする場所を探してる雰囲気だから、なんかとにかく落ち着かなくてふんふん嗅いでんじゃなくて、どこでしようかなってこう匂いを嗅いでるような雰囲気があるなって時にしたりとかするので、そういう時にむくっと起き上がった時とか、ご飯食べ終わったらおいしいよめめおいでおいでっつって、自分の名前その時までちゃんと覚えてなきゃいけないと思うんですけど、めめおいでおいでおいでっつってシー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 って言ったら、そこでシーシーするようになったよと。で散歩の時も散歩してシーシーとかうんちしたら、シーシーしたのね偉いねってシー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 って言って、シーシーしてる時にシーシーって言って、もうシーシーって言われてたらもうシーシーなんだよっていう風に吸い込んで、なんならもう CC したら偉いねって外で CC したのっておやつあげるようにして CC を覚えてよというところですね。で引っ張り癖はとにかくハーネスをつけてるとこうハスキー引っ張りたくなっちゃうと。引っ張り癖っていうのはなかなか直すの難しいと思うんですけど、ネットの情報を参考にさせていただいた時になんか立ち止まってワンちゃんがこう止まってくれるような癖を最初つけさせて、で立ち止まってワンちゃんも止まるようになったらもう餌あげるという風にやってたら、最初にお座りを覚えてたので、立ち止まったら耳引っ張ってるよって言ったらなんか座るようになって、でこう引っ張り
がこうかなり改善されたっていうのがあって、あとはやっぱりそのハーネスっていうのが一番なんかガンみたいなところがあって、14年間か15年間か生きるかどうかは知らないですけれども、そういう意味で見たらそれはハーネスっていうのは素晴らしいもんだと思うけど、その教育っていう意味だけで短期的な目線で見た時にハーネスっていうのはあまりこう犬に何か教えるっていうのにはあんまりよろしくねえんだなと。教育っていうことにこうフォーカスするんであれば、やっぱりこうハーネスっていうものはちょっとかわいそうではあるけれども首輪にシフトしていった方がいいのかなっていうことで、首輪メインで運用するようにしたんですよ。だから、ハーネスの方についてるリードはもう予備、そっちは引っ張らないで、首輪についてる方がメイン、リードがメインっていうことで首輪メインで運用していくようになったら、もうさらに今回立ち止まったら座るっていうことができてたんですけど、さらにそのなんか首輪メインにしたことによって引っ張るっていうことに対してのその理解度が深まったなというところになるんですよ。だから3週間うちに来てたった3週間の中でお座り、ハーネス、ハウスとか CC とか引っ張り癖とかそういうことが改善されたよというところになるわけですよ。ハスキーがね、特にそうですけれども、教育が難しいっていうところがあると思うんですけど、僕は思ったのはその前に飼ってた犬福ちゃんっていうのがいたんですけれども、怒ったら怒ってて申し訳ないって福ちゃんは思ったんですよ。福ちゃんね、それ雑種ですけれども、その保護してきた犬の雑種の福ちゃんはお前何やってこんなとこに CC とかムチしてるのダメだべやって言ったら、いや申し訳ないっていう感じになったんですけど、ハスキーはもう無です。もうパーみたいな、なんなら怒って、おい何やってこんなところに CC してた、何飼い主さん喜んでるの嬉しいなーって言って喜び出すのがハスキーみたいな感じで、怒られてるっていうことに対してのそのよくわからないっていう感じの研修でトレーナーさんに言われたんですけど、ハスキーってそういうのわかんないからみたいなね、そういう犬っているんだみたいな風に僕思ったんですけれども、だからやっぱりハスキーっていうのはなるべくそのお座りとかハウスとかね、ハーネスもそうだし CC もそうだし引っ張りもそうだけど、人間の方が仕向けてより工夫してどうしたらこいつに成功させて褒めてあげることができるのかっていうところを工夫してあげないと怒っても効果ないから、とにかく人間がなんでできないんだろうじゃなくて、どうしたら成功させてあげれるのかっていうことを考えて教育していかないと難しいんだな。だからハスキーアホアホって言われるけど、思ったような結果が得られないのは確かにアホって言われる原因の一つかなっていうふうに思うけど、ちゃんと工夫して自分で考えて教育できる人だったらもう全然7ヶ月は何だろうがもう関係なく伸びていくんじゃないかなっていうふうに思いました。やっぱり7ヶ月ぐらいのハスキー飼うと教育は難しいって言うけれども、いや逆にでかいからこそのその賢さみたいなのがあるんで、やっぱり大きくなって迎えても教えたことに対してはすんなり覚えてくれる犬種なのかなっていうふうに僕は思いました。ということで、3週間で迎えてどうなったのかっていう動画ですけれども、で今後ハスキー飼いたいと思ってる人はぜひ参考にしてみてください。ということでありがとうございました。